皆様こんにちは、セリナです。各社から2022年下半期のベストコスメが発表されましたが、上半期と同様、大手美容雑誌3社、オンラインストア1社、口コミサイト1社の計5社のベスコスランキングの中から、それぞれのカテゴリーで一番多く1位を獲得したアイテムを集計して、2022年下半期の真のベスコスはどれなのかを検証していきたいと思います。本当は動画の後半に2022年下半期のマイベストコスメもご紹介予定でしたが、長くなってしまったので、マイベストコスメについてはまた別の動画でご紹介させていただきたいと思います。こちらのチャンネルでは他にも2022年に発売されたデパコスのファンデーション23種類のまとめ動画などもアップしておりますので、こちらも気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まず集計方法は大手美容雑誌3誌、ボーチェマキア美的と大手オンラインストアアットコスメストア、そして大手口コミサイトリップスの5社のランキングの1位から3位を集計して、その中で一番多く1位を取っていたアイテムを真のベスコスとしてご紹介していきます。今回アットコスメのランキングでは過去の発売のものも含まれていたので、アットコスメからは下半期新人賞を獲得しているアイテムで集計しています。それではまずは下地からご紹介していきたいのですが、下半期はあまりデパコスの下地が発売されていなくて、どのランキングもだいたいプチプラコスメがランクインしていました。私自身も新作の下地をご紹介していないなと思ったので、今回下地はこちらの上半期のベストコスメに選ばれたクレドポーボーテのボワールルミノを塗った状態でご紹介していきます。ではファンデーション部門です。下半期はリキッドタイプ、クリームタイプ、クッションタイプ、そしてコンパクトタイプなど様々な形状の新作ファンデーションがたくさん発売されましたよね。ランキングも形状ごとに分かれていましたので、それぞれの形状の中から一番人気のアイテムをご紹介していきます。まずはリキッドファンデーション部門です。RMK のリクイドファンデーションフローレスカバレッジが選ばれました。どのランキングにも RMK、イプサ、エレガンスがランクインしていて、この3つが人気だったんだなぁと感じましたが、RMK はマキアと美的でそれぞれ1位を獲得していました。ブランドからはみずみずしく軽やかなテクスチャーで吸い付くように肌にフィット、気になる部分をカバーしながらまるでサーダのようなツヤと自然な立体感をもたらすということで、受賞理由としては繊細なカムフラージュ力を備え、吸い付くような一体感で仕上がりも美しい、欠点を隠すのに仕上がりはサーダみたいな透明感という意見がありました。ちょうど前回2022年に発売された新作のファンデーション総まとめ動画をアップしたばかりなので、今回の動画では簡単にご紹介していきたいと思います。ファンデーションの分類分けなどを詳しく知りたいという方は、ぜひファンデーションのまとめ動画もチェックしてみてください。下半期の新作のファンデーションの中では、比較的油分は抑えめでみずみずしい感じなので、みずみずしいタイプや軽いつけ心地のファンデーションが好きという方におすすめです。はい、仕上がりはこんな感じです。近くで見てもこんな感じで、下地のみの方と比較してもかなり自然な仕上がりですよね。でもちゃんと赤みや色ムラはカバーしてくれているので、気になるニキビ跡などの大きい赤みはコンシーラーの音と合わせてカバーするのがおすすめです。下半期は特に素肌のような自然な仕上がりのものと、カバー力もナチュラルなファンデーションが多かったですが、その中でも特に自然な仕上がりの RMK が選ばれたということで、本当に素肌に近いような質感のファンデーションを求めている方が多かったんだなぁと感じました。続いてクリームファンデーション部門です。クリームファンデーションはこちら、カネボウのライブリースキンウェアです。ライブリースキンウェアは発売前から美容雑誌の付録などになったりしていて、かなり人気のアイテムでしたよね。大体のランキングで1位を獲得しています。ブランドからは思わず3度見したくなる素肌に化けるファンデーション。受賞理由は
あらが自然に隠れるのにまるで素肌な輝きと色。全体にさっと広げるだけでムラなく立体感と自然なツヤが手に入るという理由がありました。では RMK を残したまま反対側にカネボを塗ってみます。カネボはこんな感じでかなり滑らかで塗りやすいというのが一つ大きな特徴です。肌の乾燥が気になっている時や肌荒れをしてしまっていて肌のごわつきが気になってどうしてもうまくファンデーションが塗れないという時にもこんな感じで綺麗につるんと滑らかに塗ることができます。はい、こちら側にカネボライブリースキンウェアを塗ってみました。RMK と比較しても両方とも素肌のような自然な仕上がりですよね。近くで見てもこんな感じで何度か重ねましたが、重ねても汚くならずに滑らかに肌に密着してくれます。肌をつるんと綺麗に見せてくれて、多少の赤みや色ムラはカバーしてくれますが、肌の透け感が残る感じなので、こちらも気になる部分はコンシーラーと組み合わせて使うのがおすすめです。両方とも自然な肌の透け感は残しつつ、ファンデーションを塗っていないかのような仕上がりなので、今季はやはりすごく自然なベースメイクが主流だったなと感じます。続いてはコンパクトファンデーション部門です。コンパクトファンデーションはこちら、スックのグロークリームコンパクトです。当時はクッションファンデーションとコンパクトファンデーション合わせてのランキングでしたが、その中でもこちらのスックは1位。その他マキアや美的でも1位を獲得していて、すごく人気が高いファンデーションだったなと感じます。ブランドからは等身大のツヤを瞬時に叶え、軽やかに肌を包み込むクリーミーファンデーション。受賞理由としては圧巻の高読点も納得の仕上がり。しっかりカバーしているのに水鏡のような艶やかな透明感が生まれるとのことです。先ほどの RMK とカネボウは素肌のような自然なツヤタイプでしたが、こちらのスックのコンパクトはとにかくむき卵のようなつるんとしたツヤがすごく綺麗で、個人的にも今季の中でとても好きなファンデーションなので1位なのも納得です。では先ほどと同様、下地にボワールルミノを塗っている状態なので、こちら側半分にスックのコンパクトを塗っていきます。中身は固形のクリームタイプになっているので、このクリームタイプを持ち運べるというのも嬉しいですよね。一塗りでもこんな感じですごく綺麗なツヤが出てくれます。はい、こちら側半分に塗ってみました。顔を動かすとこんな感じのツヤがすごく綺麗です。ものすごくハイカバーというタイプではないですが、先ほどの RMK やカネボウと比較するとしっかりとカバーもしてくれるタイプです。ただ近くで見てもこんな感じで滑らかなクリームが肌に密着して肌全体をツヤで覆ってくれるような感じなので、重ねても厚ぼったく汚くなってしまうこともなく使いやすいです。ツヤ肌好きの方にはぜひチェックしていただきたいファンデーションです。ではファンデーション最後、クッションファンデーション部門です。クッションファンデーションはこちら、ポーラの BA セラムクッションファンデーションです。クッションファンデーションは最近プチプラコスメがかなり話題のアイテムが多いですが、その中でもマキア美的で1位を獲得しています。ブランドからは均一でつるんと滑らかな水はりツヤをまとう持ち運べる BA スキンケアという発想で開発したクッションファンデーション。受賞理由は張りとみずみずしさが肌印象を底上げ、適度なカバー力でシミ、くすみなどの肌悩みを一掃ということです。BA クッションはまだ使用したことがなくて、ベスコスが発表されてから購入してみました。今年の3月に発売された同じポーラ BA のリキッドファンデーションもすごく綺麗な仕上がりだったので、クッションもどんな感じなのかとても楽しみです。ではスックを残して反対側に塗っていきます。BA リキッドもかなりカバー力が高いタイプですが、クッションの方がさらにカバー力が高いとのことでした。一塗りで結構しっかり赤みや色ムラがカバーされますね。こちらも BA リキッドと同様、ツヤがすごく綺麗です。程よいみずみずしさもあるクリーミーなテクスチャーなので、
厚ぼったくなってしまうこともなく塗りやすいです。はい、こちら側半分ポーラの BA クッション塗ってみました。ブランドからの説明の通り、みずみずしくて張りを感じる、まさに水張りツヤという仕上がりですね。カバー力もかなり高くて、重ねていくことでニキビ跡などの赤みもある程度カバーしてくれます。仕上がりだけでなく、肌表面もみずみずしい張り感のある質感に整えてくれています。このファンデーションもすごく綺麗ですね。はい、こんな感じでコンパクトファンデーション部門とクッションファンデーション部門をご紹介していきました。リキッドとクリームとは対照的にどちらもツヤがすごく綺麗なのと、ある程度のカバー力を感じられるタイプでした。少し発酵感もある滑らかなつるんとしたツヤがお好きな方にはスックがおすすめで、自然だけどみずみずしくて張り感を感じられる水張りツヤがお好きな方にはポーラがおすすめです。リキッドやクリームよりもカバー力がありますが、やはり厚塗り感がなく、素肌がもともと綺麗に見えるような仕上がりのところは、今季のファンデーションらしいなと思いました。はい、今回はポーラの BA クッションファンデーションで両方とも揃えました。この状態で続いてはフェイスパウダー部門です。フェイスパウダーはこちら。コスメデコルテの AQ オーラリフレクターの02番が選ばれました。こちらのパウダーは発売後からもうかなり人気のアイテムで、今回のベスコスランキングのうち唯一5社とも1位を獲得しています。カラーの記載がなかったり、他のカラーが選ばれていることもありましたが、一番多くランクインしていた02番をご紹介していきます。ブランドカラーは、内から輝きが溢れ出すようにオーラを放つ肌へ。使用理由は、上品なツヤと透明感で、自分史上最高の美肌へ。生命力きらめく透明感が目を奪う。カバー力もあり抜群の美肌見せ効果。とのことです。オーラリフレクターは発売後に全色の比較なども動画でアップしていますが、比較してみた感じ、01から03はそこまで大きなカラーの違いは感じにくかったです。個人的にはブルーの透明感がしっかりと出る01も好きですが、今回多く1位に選ばれた02は、透明感と血色感とふんわり感も兼ね備えているので、これ一つで絶妙な肌に仕上げてくれる02番が人気なのも納得です。こちらには持ち運びできるサイズのパフとブラシもセットになっていて、それぞれパフ塗り、ブラシ塗りでの違いなどもご紹介していますが、個人的にはパフで薄く塗って毛穴を埋めた後に、ブラシで軽く磨くようにつけてツヤを出す塗り方が綺麗だなと思うので、今回もその塗り方でご紹介していきます。まずパフで軽く塗っていきます。カバー力も高いフェイスパウダーなので、こんな感じでパフで一度薄く塗るだけでも肌の凹凸がスッと綺麗に見えますが、サラサラとしていて軽い粉質なので、粉っぽく重たくなってしまう感じはしないです。パフ塗りをすると毛穴を埋めてくれて、適度なツヤも感じる滑らかな肌に仕上げてくれます。さらに付属のブラシに取って、くるくると磨くように塗っていくと、こんな感じで自然な発光感のあるツヤ肌に見せてくれます。はい、こちら側半分に塗ってみました。透明感がぐんとアップしたのと、適度な血色感と柔らかさも演出してくれていますよね。パウダーなしの方と比較しても、一度パフでしっかりとパウダーを塗っているのに、ツヤは消えていないので、パウダーを塗るとツヤが消えてしまうのが嫌という方にとてもおすすめです。肌表面は滑らかでさらりとしているので、触り心地もとてもいいです。そして適度な発光感があるので、夕方になってもくすみが気にならないというところもポイントです。続いてハイライト部分をご紹介していきます。ハイライトはこちら。クレトポーボーテのル・レオスール・デクラ17番です。今年リニューアルをしたアイテムで、既存の人気色をそのまま引き継いだ17番が一番人気となりました。ブランドからは、表情を美しく際立たせるハイライティングパウダー。受賞理由には、
まるで光の膜がかかったように、とにかく自然な透明感と立体感。これ見よがしじゃない自然なツヤ感がちょうどいいという意見がありました。レオス・ルデクラはリニューアル前のものを前職ご紹介したことがありますが、リニューアル後のものはなかなかご紹介をするタイミングを逃してしまっていて、この前、ホリデー限定色が発売された時に、こちらの17番と203番をご紹介しています。ル・レオス・ルデクラはシルバーラメ系とゴールドラメ系で分かれているそうで、こちらの17番はシルバーラメ系だそうです。では、付属のブラシで塗っていきます。こんな感じで、ベースに少し白っぽいパールが乗った上に、磨いていくと、シルバーのラメがキラリと輝くようなタイプです。磨けば磨くほどツヤが出てきます。はい、C ゾーンに両方とも塗ってみました。受賞理由にもあったように、強いラメ感でギラギラしすぎる感じではないですが、こちらも適度な発光感と張り感のあるようなツヤがとても綺麗ですよね。ベースにホワイト系のカラーがついているので、顔全体がパッと明るく見えるような効果も感じられます。粉質はとても軽いので、パウダーのパサパサ感が苦手という方にも使いやすいと思います。はい、眉とマスカラ、アイライン、そしてシェーディングまで仕上げました。続いてアイシャドウ部門です。アイシャドウ部門はなんと同率1位が2つありました。ルナソルのアイカラーレーション15番と、アディクションザアイシャドウパレットの003番です。各社のランキングはこんな感じで、今回マキアはベージュ&ブラウンアイシャドウ部門とカラーアイシャドウ部門に分かれていました。ルナソルのアイカラーレーション15番は即完売してしまった限定色が定番アイテムとして復刻したものなのでとても人気でしたが、アディクションのザ・アイシャドウパレットもカラーはバラバラですが、どのランキングにもランクインしていました。ルナソルは肌に寄り添う洗練されたベージュにまばゆい光の立体感をまとったフローレスクラリティ。受賞理由は一瞬で完売した秀逸なブラウンの限定パレットが満を持して定番化。オンオフはもちろん、上品から華やかまで叶う万能パレット。続いてアディクションは一番多く名前が挙がっていた003番のマリッジバグをご紹介していきます。カラーは永遠の思いを誓い合う愛にあふれたコーラルピンクパレット。受賞理由としては、ぬくもりとシャレ感が同時に手に入るピンクパレット。質感はしっとりと上質で、パール感もちょうどいい。配色の組み合わせもスタンダードなのに新しいという意見がありました。個人的にもルナソルの15番は確実に受賞するだろうなと思っていましたが、今回数年ぶりにパレットタイプのアイシャドウを発売したアディクションも粉質がとにかくすごくいいので、この2つが同率1位なのも納得ですよね。ルナソルの15番については1色ずつの単色塗りなどをサブチャンネルでご紹介しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。アディクションは他のカラーはご紹介したことがありますが、003番は今回初めてのご紹介となります。それぞれ全色を使って片目ずつにメイクをして見ていきたいと思います。まずアディクションの003番です。まず B のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。アディクションのこのアイシャドウパレットは単色タイプとはまた少し違った粉質で、軽いのに肌に溶け込むようなすごく綺麗な粉質です。続いて D のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。粉質が柔らかいのと発色もそこまで濃すぎないので、指でグラデーションしていくとこのカラー同士が滲むように混ざり合ってすごく綺麗なので、アディクションのアイシャドウパレットは指塗りでグラデーションするのがお気に入りです。続いて C のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体に入れていきます。ピンクのカラーに
ゴールドの微細ラメが効いていますね。すごく可愛いです。肌の上に乗せてみると少しだけ青みも感じるようなピンクですね。アディクションはこの温かみのあるカラーと青みのカラーの配色がとても絶妙ですよね。続いて D のカラーを付属のチップの細い面にとって下まぶたのまつげの際から少しカラーをにじませるようにしてぼかしていきます。下まぶたはピンクだけで仕上げても可愛いですが、より上まぶたの温かみとのバランスを取るのにこの D のカラーを少しだけ仕込んであげるとバランスが良くなります。最後に A のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にラメをかけていきます。大粒のラメで可愛いですね。ベースはクリアな感じがするので、アイシャドウのグラデーションのイメージを壊さずに、上に大粒のラメだけがキラキラと輝いて、すごく素敵です。続いてルナソルアイカラレーションの15番です。まず B のカラーを指に取って、アイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて D のカラーを指に取って、目を開けた時にカラーが見える位置までぼかしていきます。締め色としても使えますが、先に C のカラーをベースに塗っておけば、こんな感じで指で塗っても濃くなりすぎないです。こちらも本当にベーシックなブラウンという感じなので、お仕事の時にも使えますよね。そのまま付属のチップの太い面にも取って、下まぶた全体にもブラウンを入れていきます。チップで取って軽い力で撫でるように塗っていくと濃くなりすぎずに陰影をつけることができます。続いて A のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心からアイホール全体にのせていきます。こちらのラメもすごく綺麗ですよね。絶妙な濡れツヤ感と透明感がアップするようなアイスブルーのラメです。最後に B のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体に入れていきます。ベーシックなブラウンでベースを作っておいて、上からラメで華やかさを足すのも可愛いですよね。はい、それぞれこんな感じで全色を使ったグラデーションが完成しました。まずアディクションはこの肌に溶け込むような質感がすごく綺麗ですよね。そして何よりもトレンド感を感じるような配色がとても上手ですよね。反対にルナソルはベーシックなメイクにも使えて、上からラメを足すことで華やかさも出すことができて、王道のブラウンと人気のアイスブルーの組み合わせがとても可愛いパレットです。はい、今回はアディクションの003番で両方とも揃えました。続いてチーク部門です。チークはこちら、ローラ・メルシェのブラッシュカラーインフュージョン R1 番でした。今期は特にベージュニュアンスの新色チークがたくさん発売されましたが、その中でも一番多く1位を獲得しています。ブランドからは光が差したように輝く洗練メイクが叶うローズシェードのチークカラー。自称理由は立体感と血色感を同時に肌に宿すくすみピンク。華やかなローズと肌なじみのいいベージュのいいとこ取りをした優秀カラーということです。今年ローズグローコレクションのチークとして新色3色が加わりましたが、特にこの01番はツヤ感がとても綺麗です。こんな感じでブラシで磨くようにつけていくだけでハイライトいらずの綺麗なツヤが出てくれます。はい、両頬に塗ってみました。引きの方がよりこのチークのツヤ感がわかるかなと思います。パールの発光感のあるツヤがとても綺麗ですよね。でも粉質としてはとても軽くてサラサラとしているので、カラーがつきすぎてしまうこともなく、すごく調整しやすいです。今は2、3度重ねてしっかりと発色させていますが、
もう少しナチュラルに発色させることもできます。ピンクベージュカラーですが、白っぽくなりすぎないところがいいですよね。アイシャドウとの相性も抜群です。では続いてリップスティック口紅部門です。こちら、NARS のパワーマットリップスティックの101番です。今回ディオールのフォーエバースティックやシャネルのハリュールレクストレが合わせて人気でしたが、中でもこちらの NARS が多く1位を獲得していました。ブランドからはマットな質感、軽いつけ心地、大胆なカラーが唇を満たし、仕上がりが長時間続きます。101番はソフトブラウンピンクというカラーです。受賞理由はこれ1本で最春フェイスが完成、洗練を極めたベージュトーン、ツヤ肌にはマットリップを合わせたい、でもマットすぎて主張が強めになるのは嫌、そんな悩みをクリアにしてくれるとのことです。パワーマットリップスティックはまだ使用したことがなくて、こちらもベスコス発表後に購入しましたが、品切れしている店舗が多くて、私が購入した店舗もラスト1本でした。そのくらい人気なんだなと感じたアイテムです。はい、NARS のパワーマットリップスティック101番塗ってみるとこんな感じです。手元で見た時はもう少しオレンジっぽいブラウンなイメージでしたが、唇の上に乗せてみると、このオレンジっぽさが絶妙な暖色のニュアンスに感じて、すごく可愛いです。直接しっかりと塗りましたが、意外とベタッとつきすぎずに、程よい柔らかいマット質感なので、受賞理由にもあったように、ツヤ肌とも相性のいいマットリップだなと思います。唇にピタッと密着している感じもするので、崩れにも強そうですね。はい、最後はリキッドルージュ部門です。こちら、RMK のリクイドリップカラー06番です。アディクションのザ・マットリップリキッドもすごく人気でしたが、僅差で RMK のリクイドリップカラーが一番多く選ばれていました。ブランドからは、一塗りでみずみずしいデューイなツヤと色を唇にまとわせる新感触のリクイドリップカラー。一番多く名前がかっていた06番のアラモアナモーブは、かすかな青みを帯びた肌なじみのいいクールなピンクベージュ。素の唇のヘルシーな血色感をまとうような魅力のカラー。受賞理由は、グロスとも口紅とも違うデューイなツヤと濃密発色。グロスでは出せないみずみずしさとデューイなツヤ感が魅力。大人にぴったりな絶妙カラーにも惚れ惚れとのことでした。こちらのリップカラーもすごく人気のアイテムという印象で気になってはいたのですが、今回初めて使ってみます。はい、こんな感じでカラーも質感もものすごく可愛いですよね。最近はマット系のリップが人気なのと、パッケージの印象でこちらもマットなリップカラーかなと思いましたが、リップスティックのような発色とオイルっぽいグロスのようなツヤが叶うすごく可愛いツヤ系のリップでした。カラーも説明の通り程よい青みで、どのカラーも色出しが絶妙だったので、何本か揃えたくなるリップですね。はい、ではこんな感じで2022年下半期各社のベストコスメの中で一番多く1位を獲得していたアイテムでフルメイクをしてみました。素肌のような自然な質感の肌と張り感を感じさせるようなパール感のあるチークやハイライト、そして柔らかい暖色のニュアンスも感じるようなポイントメイクが今季のトレンドでした。特にアイシャドウは最近暖色と寒色を掛け合わせたようなカラーが主流ですよね。肌なじみも良くて温かみのあるような絶妙カラーがよりおしゃれな印象に仕上げてくれます。一気にトレンド感のあるメイクに仕上げてくれるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。マイベストコスメについてはまた別の動画でご紹介させていただきたいと思います。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。